はい、こんにちは。テックアートの鎌田です。いよいよですね、この US86 板金していきます。ボディリペアですね。はい。ここは、テックアウトではございません。実はですね、今ほとんどうちメンテナンスがメインになってしまいましてですね、ちょこっとした板金とかは、自社でやるんですけども、もうこういった大きい作業をする場合はこの板金屋さんにお願いしてやってもらっています。はい。で今回僕もお手伝いしながら作業を進めていくんですけども、今回はとりあえずバックパネルのあたりを直していきたいと思います。今回使用するパーツはこれ、バックパネルですね。これレストア .com さんです。これね、確か肉厚が鉄板の厚み1ミリだったかな。これでもしっかり作られてますよ、ほら。ね、今回アッパーの部分がちょっとよれてたんで、板金しようかなと思ったんだけど、せっかくだから交換しちゃおうかなっていう流れですね。あと、このバックパネル直すときに、これも大事ですよね。わかりますかね、ここ。テールランプのところのパネル、あとはこれはクォーターとバックパネルの接続する部分のパネル、こういったものもレストア .com さんはもう作られてるんですよ。これは助かりますよね。今回ちょっとお見せしたいのがこれ、じゃん。これはいよいよ出来上がりましたね。バックパネルのロアパネルの方ですね。はい、このタンクがつくこのブラケットのところね、もぎれてる人いますよね、ここ錆びてて。ね、これが、試作品で出来上がってきたんですね。なので、この車両で一度貼り合わせテストしてみて、OK であればもうすぐ多分、販売開始になるんじゃないかなと思います。いいもん作ってくれますね。いいな、助かるな。ね、これでもうリア周りは全部きれいに直っちゃいますからね。クォーターも新品出てますからね。ただ今回は、程度がいいんで、クォーターは板金で仕上げちゃいます。思ったよりルーフがちゃんとこうよく見るとね、結構デコボコしてた。これ直すの結構大変かもしれないなっていうところで、ルーフもカーボンに変えます。はい。ね。ここまでバラしてるから、これであればもう交換しちゃった方がいいかなっていうところですね。はい。ではね、作業を始めていきたいと思います。で、もうしおさんも足回りとかバラしてくれてますけどね。さあやっていきましょう。お、しゅうさんもう作業始めてますね。これメンバーは全部下ろしちゃう感じですね。外しちゃうね。エンジンルームをきれいにするからね。よく見るとやっぱりこれあれだよね、ブレーキフルードが漏れた跡とかって剥がれてるのね、塗装が。ここはきれいにしてもらいましょうね。アッパーパネルも変えて、はい。じゃあ作業進めましょう。最近もうあれですよね、塗料とかもどんどん修正になったりとかね、1液2液とかいろいろあるんで、もうやっぱこの辺りはもう板金塗装屋さん、そうですね、信頼できる板金屋さん、塗装屋さんにお願いしてます。左手が怪我してるからなかなかうまくいかないな。
本当に寂しくないこれ。いいね。あ、タンク洗ってるよ。タンク下ろしてる間にドアパネル外れちゃうよ。そっか、そこやってるからタンクできないよ。ああ、じゃあ待って拭いてるか。なんだこれ。なんだ。どうってこと。みんなホースにされちゃってるよ。みんなホースにされちゃってる。ホース？前まで？いや、前までじゃなくて、この、ここのところまで。マジか。じゃあ燃料パイプ出たっけ？出ないから。出ないよな。パイプでいいけどさ。あれ出なかったっけ？前からも出なかったか。あれあれあれ。ね、よく見たらさ、リアドラムなんだね。ねえ、ドラムうまくついた。あ、そこもなんかパイプなんかちょっとおかしいね。なんかね、一応なんか直した跡があるね、いろいろと。シェフさん相変わらず作業早いね。何千台ってやってるよね。まだやっぱりドアパネルが臭くなってバンドがもうついてないよ。あのパネルがゴリとかさテストが出る。先帰るとか言わないよ。終わったから帰るとか言わない。帰れるね。すぐ終わるから。彼女さんの歯がよく切れる。
アパネルの仮組みね、これを先にやっちゃいましょうよ。ね。これは仮組みができればさ、もうね、メーカーさんにもお話できるからさ。ドアパネル。新品ドアパネル。ぴったり。はい、交換しました。ぴったり。見てください。ぴったり。あえて今バックパネルは交換、これから交換するんですけど、あえて、純正の位置を残してみました。で、大体錆びるのがこの部分ですよね。この縁の部分が錆びて、フロア、あとドアパネルが大体錆びてる。で、この部品はね、今レスターさんとかのね、インパルスさんも作ってくれてるんでいいんですけど、ドアパネルがね、なかなか今までなくて、大体もう腐ってて、この燃料タンクのこのブラケット、これがもう取れちゃってるのが結構あるんですよ。だからね、ここを作ってもらえたっていうのはすごくありがたいですよね。で、位置も今もう仮組みですけど、もうこの位置でもう溶接できちゃうんで、もう製品としてはもうバッチリだと思います。で、タンクの位置もさっき測ったんですけど、もう大体もういいとこ来てるんで、これは多分使いやすいと思いますね。はい、これ外したやつ、こう見てください。アッパーとフロアとついてる部分ですね。やっぱり錆びてますよね。で、これはまだ少ない方です、錆が。もう日本車はもうほとんどここがもう腐ってなくなってますね。フロアもそうですけど、ね、でタンクのブラケットの位置でもう見たけど合ってたんで、もう完璧だと思いますよ。合わせてみましょうか。ほら、一緒ね、完璧だ。完璧。ほら、ピロン。ね、こんな感じ。いい商品だ。OK です。終了。じゃあこれでどんどんこっちの方まで全部変えてきますんで。